さてと、OK、世界の相場は超でかく反発した。このきっかけは何なのか？ FOMC なの？他の何なのか？でも FOMC が利上げをしたよ、これダン。利上げをしました。ここがきっかけなのか？今日そこを徹底分析したいと思います。はい。で、まずはいくつかのニュースを一番大きな点をいろいろと分析して、まずは要旨、一番重要な点は何なのか、そこから徹底的に分析に入りましょう。まずは OK。アメリカの中央銀行、FRB と呼んでます。FRB、Federal Reserve Bank は FOMC メンバー。何これだ？ F がいっぱいあるじゃん。FOMC っていうのは実際このメンバーが集まって、で、投票して、どういうふうに金融政策を決めるのか、年に7回集まります。で、この実際の組織の名前が FRB。だけど、ミーティングの名前が FOMC っていうものなんですね。はい。なので、昨晩は FOMC のメンバーのミーティングがありました。はい。で、0.25 ポイント上げました。で、これは2018年の12月以来の利上げでございます。で、それだけではなく、ここから2022年は追加の6回をするということを示唆しています。つまり、年の7回の中のおそらく全部7回とも利上げをすることを示唆しています。これはドットプロットっていうのが出るんですけど、FRB のドットプロットっていうのは FOMC のメンバーが未来の金利の予測値を集めたものです。一つのドットが一つのメンバー、一人のメンバーの予測値です。で、これがグレーが12月時点のドットプロット。で、赤が昨晩発表されたばかりのドットプロットです。で、これを比べてみるとかなりでかく上がりました。2022年12月時点では FRB のドットプロット予測値はたった3回だけ利上げをすること。で、今回はこれを情報収集して7回今年上げることが平均予測値になりました。これが大きな多分2点だと思います。それ以外に発表がいくつかありました。それ以外の発表は今年の予測です。インフレ物価指数の予測、それと経済の予測、失業率の予測などもいろいろと発表がありました。数字を見ていきましょう。もうちょっと具体的に徹底分析しましょう。まずは6回これから追加するってことになると、今年の年末までには金利は 1.9% に上がることを予測されています。OK。それがまず1点重要だと思いますね。次の数字、重要な数字は、インフレ指数。インフレ指数は、FRB の予測だと、今年は 4.1% 上昇することを予測しています。12月時点では 2.7% の予測でした。なので、ここは CPI 実質指数は実は 2.7% から 4.1% に上昇ですね。はい。つまり 4% ぐらいのインフレーションです。これはエネルギーと生鮮食品を除けたもの。これはそんなでかいサプライズじゃないと思う。GDP の方を見ると、4% を 2.8% に下方修正した。ここがちょっとびっくりですね。たった 2.8% しか上昇しない。ちょっとかなり削りましたね。で、特にウクライナの戦争の影響もあるということを強く示唆してました。それと失業率は 3.5% のまま。これは何も変えていないようです。そこ以外に今日の発表は特に重要だと思ったのは、バランスシートのこの FRB の残高の縮小です。今約9兆ドルぐらい溜まってます。で、これをもしかして5月ぐらいから縮小することも可能ということも言っています。プレスコンファレンス、記者会見の時に彼が言ったのは、パワールが言ったのは、次のミーティング5月に来る可能性があるということを言ってます。これはかなり、こちらもちょっとサプライズですね。もともとなんか多分5月のミーティングではなく、もしかしてもうちょっと先のミーティング、夏ぐらいが想定されてたので、これがちょっと高的かなと思いました。はい。これ全部合わせると、高的な部分が特にバランスシートの縮小のペース。金利は予測通りだと思う。
インフレ指数も予測通りだと思う。経済の成長率の下方修正はちょっとハト的だと思う。なのでバランス的に見ると僕は実はあんまりでかいインパクトがないと思いました。もっと徹底分析をしましょう。トラッカーです。実際1月のステートメントと3月のステートメントを比べましょう。まずここは赤い部分が削除されて、緑の部分が今回は訂正されています。赤い部分、削除された部分がコロナのことをここ削ってますね。コロナのことをこれかなり過小評価しています。あとは、インフレにとってかなり警戒しているということが強く見られて、雇用相場はかなり強いことも示唆しています。で、前回ウクライナのことが何も一切なかったので、ここが全部ウクライナのことです。これは特に世界的にもアメリカにも影響があります。で、実はインフレにも悪影響があります。ということですね。なので、これで実はインフレーションがもっと上がるかもしれないということを示唆しています。で、それ以外を見てみると、インフレーション、inflation return to 2%。2% のインフレーション、また 2% に戻ることを予測しています。まあ、インフレーションはこれから 2% に戻ると思うので、だからこそ利上げをしています。で、前回のこのテーパリングの文言が全部削られています。はい。これかなり訂正してるんですけど、実はほとんど予測通りだと思います。なるほど。なので、みんな一応 0.25 ポイント上げることに同意したんだけど、ジェームズ・ボラードさん、確かセントルイスですね、かなりと多的なメンバーは 0.5 ポイント上げたいということを示唆しています。はい。これを見ると、彼、例えばボラードさんは多分おそらくここだと思う。一番同意してない方のね、多分これですね、一番上の点だと思います。はい。でも昔から彼はかなり多的なので、これも別にすごいでかい影響はないんじゃないかなとも思いますね。はい。これ全部僕から見ると予測通りだと思う。It's not 大きなサプライズもないと思いますし、みんなの意見を聞くと、大体、歴史的にはパウエルさんは、かなりヌートラルだけど、僕から見ると彼はこの頃もうちょっとこれがどれだけハト的か、多的かを測ってるんですね。なのでこういうもっと赤に行くともっと多的で、もうちょっと青の方に行くともっとハト的なんですね。はい。ハト的っていうのはもっと利益下げをしたい。パウルさんはもっと彼は僕はヌートラルではなくもうちょっと青っぽいと思うんですね。はい。なのでボラードさんが彼が同意しなかったんですけど、もちろん彼は一番このメンバーの中で一番多的なので、そんなにでかいサプライズでもないかなと思います。でも、投票権を今年は持ってまして、これチェックがあるので、みんなのメンバーが投票権ないです。ここは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18人のメンバーの中で、投票権を持っていない方が1、2、3、4、5、6、7、7人います。はい。なので、この7人も FOMC のプロジェクションに、この一応、ドットプロットの中には入るんですけど、実際投票権を持っているのが、一番今は権力がある方ということも皆さん忘れないでください。